はい、どうも、てねんです。皆さん、お久しぶりでございます。どんぐらいかな ?1、2週間がちょっと空いちゃいましたね。で、サボってたわけではなくてですね、気まぐれクックの金子さんと僕とで博多の方でツイキャスを使ってのグリラオフ会をやったりとか、その後すぐ東京の方にコラボ動画の撮影に行ってたりとか、なんだかんだバタバタしてたんですよね。で、今回の動画からまたコンスタントに動画上がっていくかなと思います。で、今回の動画なんですけど、再生時間を見てもらったら分かる通り、すっごく長いんですよ。この理由は多分本編が始まったらすぐに分かるかと思います。っていうことで、本編も長いので、前置きはここら辺にしておいて、さっき今日も作っていきましょう。それでは早速作っていこうと思うんですけども、まず最初に皆様にお伝えしておきます。今回調理編めっちゃ長いと思います。今回メニューが天丼っていうことなので、さすがに天丼だけだとちょっとくどくなるかなと思いまして、今回まず付け合わせ作りから始めていきます。では調理編に GO！今回の付け合わせとしてお漬物をつけていこうと思うんですけど、本日つけていきますのが、セロリですね。で早速つける前に、まだセロリってこの状態やと、こういう風にゴミがついてたりしますんで、まずはこういったもののお掃除からですね。こちらがセロリの真ん中の部分で、こちらが端っこの部分なんですけど、柔らかい中心部分はサラダとかに使って、こういった端っこの部分とかは、こういったくず野菜とかと一緒に冷凍しておいて、ベジブロスなんかを取るときにも使えるかなと思います。結構セロリっていい味出してくれますもんね。あとはこのまま上下をたまに返しながら冷蔵庫で2、3時間って感じですかね。ではこれから天丼には欠かせない天丼のタレ作りと参ります。というわけで今回の天丼のタレの材料が昆布だしに切ったみりん、濃い口醤油、お砂糖ですね。後から鰹節も使えますけど。で、今回の比率が、3対1対1対適量って感じです。基本的にはこの3つでもう出来上がるんですけど、甘めなタレがお好きな方はお砂糖を一緒にって感じですかね。ではタレを仕上げていきます。沸騰したら火を止めて、ちょっと落ち着かせてからたっぷりの鰹節。ではこのまま粗熱が取れて常温に戻るまで煮出していきます。十分に煮出したらこれをさらしでこして、ひとまず一応完成。こちらこの後もう一玉かけていこうと思います。ではここから今回の天ぷらの具材の準備をしていこうと思うんですけど、今回の具材としては、エビ、ナス、マイタケ、タケノコで、この時期美味しいイワシですね。ちなみに今回のはマイワシをご用意しました。というわけでまずはこちらのマイワシからさばいていきます。ちなみに僕のイワシの選び方は、まず目が黒くて光沢があるイワシ。イワシが油焼きしちゃうとこの目が真っ赤になってくるんですよね。そういうのを選ばんごとしておいて、で身に張りがあって頭に対してずんぐりむっくりしたおデブちゃんっていうんですかね、こういった子を選ぶようにしてます僕は。ではさばいていきましょうか。ではまず頭を落として、体の中心のラインよりもちょっと下のここら辺から切り込みを入れて、この肛門ぐらいまで。あとは下ろすように骨に沿って刃を入れて、で腹骨もタッチ切って、ここら辺まで刃が進んだらひっくり返して、同じように切り込み入れて腹骨もタッチ切って、あとは中骨を包丁で骨を押さえて身を引っ張ると、これで腹開き。あとは腹骨をすいて、これで完成。こっち側が天ぷら用で、こっちがあれですね、イワシの頭たちですね。
エラと余った内臓と目玉を取り除いた状態で半分に割ったものですね。あとはひたすら同じことの繰り返し。ちなみにお刺身にするときは頭を落としてここの肛門までお腹側の身をがっつり切ってで一度これを流水で洗ってお腹がきれいになったら頭から一気に大名おろしであとはこの腹骨をすいてあとはカノコ状に細かい切り込み入れてこうすれば皮も気にせず食べられますんで。で、なおかつ一番脂が乗ってるこの皮の下の脂が食べれるんで、結構この切り込みおすすめです。ただ今回はこちらを、お吸い物の具としてつみれにしようと思いますんで、今回は皮を剥いでいこうと思います。あとはこれを細かく刻んで、で、今回のエビなんですけど、今回はアルゼンチン産の赤エビをご用意しました。本当は車エビとかブラックタイガーが良かったんですけどね、今日スーパー行ったらいいのなかったんですよね。こっちの赤エビはどっちかっていうと甘エビとかそういった感じの味わいなので、ちょっと違うんですよね。そしたらまず頭と身の間のお腹側から親指入れて、頭と一緒に背わたも取り除く。もしこの時に背わたが一緒に抜けなかったらこういった竹串なんかを使って簡単に抜けますんで、あとは普通に殻もいで雑菌がたまりやすいエビの先端部分を落として、あとは縮まらないようにお腹側に切り込み入れて背中側から伸ばしてあげれば完成。ちなみに今回のエビの頭とこっちの殻も両方とも後で使っていきます。ちなみにこっちの飾り切りで出た端っこの部分と軸の部分、こっちもまた後で使っていきます。でよく舞茸が入ってるこういったパックの下にいるこの天ぷらになれなかったちっちゃい子たち、この子たちも後で使っていきます。本来天ぷらにするときってナスをアク抜きする必要ないんですけど、パッと切ってパッと揚げれば。ただ僕の場合こうやってまとめて調理するので時間経っちゃうとこれ変色しちゃうんですよね。なので変色防止っていう意味で今回こうやって水にさらしてます。でこっちのヘタに近い方の形が悪いところ、これは今回使わないので、またプライベートで多分僕が味噌煮かなんかすると思います。豚バラ肉と一緒に。あとはここに椎茸の飾り入れの端っこと舞茸の端っこを入れてさっくり混ぜ合わせればかき揚げができるっていう、ここまででイワシ、エビ、ナス、椎茸、舞茸、かき揚げっていう調理が終わって、この細いタケノコは水煮で購入したので、あとはこちらを揚げるだけって感じですね。ではこれからこれらを全部揚げていくと思わせて、これからイワシのつみれ汁を作っていこうかなと思います。で今回のお出汁なんですけど、今回使っていくのはこちらのエビの頭とエビの殻でも今回ちょっと量が少ないので、鰹節も加えてエビとカツオの合わせ出汁にしようかなと思います。で
っていうかすごいですよ。我が家は業務用の鰹節ですからね。ちょっと自慢。たら鰹節を加えて、このまま23分。ではさっき細かく刻んだ方のこちらのイワシを使ってつみれを作っていこうかなと思います。ね、ほら今日長いでしょ。これまで途中ですけど、分離させない一番のポイントは一発目だと思うんで、一発目、二発目、三発目ぐらいまでは、本当にちょっと、加えちゃえかけ混ぜて、またちょっと加えちゃえかけ混ぜてっていうのを繰り返すと分離しにくいかと思います。こちら卵の素を略して玉元って言われるものなんですけど、お酢とかマスタードが入ってないマヨネーズって感じです。今回みたいなつみれとか、あとはつくねとか、あとは新庄とかに加えると、ふわっとした口当たりになります。僕の動画では3度目の登場ぐらいかな。では、イワシのつみれを仕上げていきましょうか。これで再加熱したら完成ですね。では本調理というか天ぷらを揚げる作業に参ります。今回の天ぷらの衣なんですけど、サクサクな天ぷらを仕上げるコツはズバリコツのいらない天ぷら粉。いや僕もいろいろと頑張ってみたんですけど、これまでやっぱこれにかなうものはないっすね。あとはもう裏面の記載通り規定通りの水と泡立て器でしっかり混ぜる。ではまずこちらのエビから揚げていきます。で天ぷらにはあらかじめ小麦粉を打っとく下衣っていうのがあるんですけど、僕前までは全部の食材にこう下衣を打ってたんですよ。ただ最近ちょっと僕変わってきまして、下衣って接着剤というか海苔の代わりになって衣が剥がれにくくなるんですけど、その代わり衣がちょっと分厚くなっちゃうんですよ。なので最近はピーマンとか、それこそナスとか、あとはアスパラとか、なんかそういった衣が剥がれやすいやつにだけ下衣を打って、こういったエビなんかは最近僕下衣打たないんですよね。普通にめんどくさいし。で今回の揚げ油はサラダ油 100% ですね。なんか東京の天ぷら屋さんとかやとごま油とかも使ったりするんですけど、ごま油で揚げると揚げたてはめちゃくちゃ美味しいんですよ。ただ揚げてから時間が経っちゃうとちょっと重たくなっちゃうんで、僕みたいなまとめて調理をする人は、サラダ油でいいかなと思います。もしくはコーン油とか、何より安いしね。
で、油の温度なんですけど、こういったエビとか、あとは今回さばいたイワシとか、そういった魚介関係は180度ぐらい。で、逆に今回で言ったらナスとか椎茸とか、そういった野菜関係は170度前後が一番いい温度って言われてるんですけど、僕は基本的にこの衣を落とした時の跳ね返りで見るんですけど、今だと、これ結構厚みのあるフライパンなんで、一度そこに落ちてゆっくりして上がってくる感じ。これで150から160度ぐらい。大体このぐらいの温度の時にオーバーとか上げたりします。んで、今みたいにそこについてすぐ上がってくる感じ。これで160から170度ぐらいかな。んでもって、今みたいにギリギリそこにつかずに上がってくる感じが170から180度ぐらい。ちょうど野菜の揚げ頃って感じですかね。んでもってさらに、着水してふわっと上がってくる。これが180度ちょっとぐらい。今がちょうどエビの揚げ頃って感じですかね。では揚げていきます。油を切るとき僕前振ってたんですけど、これなんかダメらしいですね。一気に油の温度が下がって油が切りにくくなっちゃうらしいんで、本当はこれがいいらしいです。先端をつけるってやつで、最後にチャッて終わりでいいらしいですね。イワシはちょっと癖があるというか臭みがありますので、ちょっとしっかりめに今回開けます。でもってイワシの骨せんべいも完成しました。あれおかしいな、夜が明けてきた。で、揚げ物中にずっと回収してた揚げ玉なんですけど、揚げ玉というか揚げかすというか、捨ててたわけじゃなくて、こちらの天丼のタレにずっと入れてたんですね。これでさらにコクがアップってやつですね。ではこれをこして天丼のタレの完成で、これが絞りかすですね。ちなみにこれちょっとお水を加えて、冷凍されたボイルエビを加えて、卵で閉じてご飯にかければなんちゃって天とじ丼ができますからね。これも貴重な食料ですね。では盛り付けていきましょうか。本日盛り付けに使うのはどこのご家庭にもある巨大すり鉢。はい、これで特大天丼の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。爆盛り天丼。いや、なんというか絵力がすごいね。最近ようやく手に入ったんですよ、このすり鉢が。大体これで1万2000円ぐらいするんですけど、いや、いい買い物したわ。んでもって恐ろしく眠い。では早速食べていきましょうか。いただきます。うまっ。いや、ここまで染みたビールはほんと久々やね。じゃあとりあえず食べていきましょうか。まずお吸い物から飲みたい。やば、エビの出汁やば。恐ろしく滑らかで柔らかいね。でも今回のイワシも油ノリノリやったけね、もうつみれにしても超ジューシー。では天丼に行きましょうか。じゃあまずイワシからかな。
うわ、やば。うまっ。もうね、油乗りすぎて、ふわっふわ。では続いて僕の一番好きな天ぷら、ナス。やっぱナスうまっ。やっぱ舞茸すごいね。口に入った瞬間、舞茸ドーンなるもんね。なんか秋って感じがするわ。もちろんイワシもそうやし、ナス、舞茸、椎茸もそうやし、なんかその時期のものを食べるってのがやっぱ一番の贅沢ですね。旬のものは美味しいわ。安定してうまいわ、やっぱ。ただちょっとつけすぎて辛いけどね。というわけで残りあと半分ですね。やばい、めっちゃ重たい。で、あと残ってるのが舞茸、エビ、かき揚げ、細いたけのこですね。では残り半分も食べ進めていきましょうか。やっぱ魚の頭はうめえ。というわけで残りも4分の1になっちゃいましたね。やっぱいつも思うけど、作るのは時間かかるけど食べるのは一瞬ですね。なんかすごい寂しい気持ちになる。ではこの辺からラストスパートをできましょうか。じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。いや、すごいうまかったんですけど、それ以上に眠たいね。気づいたらお昼過ぎちゃってましたね。で、一応今回イワシっていうのを、メイン食材にしてたんですけど、やっぱこの時期のイワシはすごいね、脂がね。もう火を通しても一切硬くならないですもんね。もうなんならナスと同じぐらいジューシーでしたね。で、なおかつ今年はもうサンマも大量って聞いたんで、なんというか、すごい楽しみですね、今年の秋はね。で、今回の動画、調理編がすごく長くなってると思いますんで、今回はこの辺でエンディングを締めようかなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。